心の水面へようこそ。年を重ねるにつれて体の衰えを感じたり、病気になったりして、だんだんと死が迫ってくるのを感じ不安になる。身近な人が先立ってしまって、私たちは死後どうなってしまうのか、そんな答えのない問いを続けている。そんなあなたはぜひ最後まで動画をご覧ください。あなたの答えを出す一助になるかもしれません。仏教では宗派にもよりますが、死後の世界というものは明確に描かれています。あらゆる宗教がこの死という人間の宿命を命題としてさまざまな死後の世界観を伝えてきました。今回は仏教における死後の世界について物語を通じてご紹介しながら、今この瞬間の生をよりよく生きるためにブッダの教えについてお伝えできればと思います。ぜひお茶でも飲みながらくつろいで耳を傾けていただければと思います。昔々、静かな山々に囲まれた小さな村がありました。この村は四季の変わり目ごとに自然の美しい姿を見せ、特に春の桜と秋の紅葉は訪れる人々を魅了していました。村人たちは質素ながらも平和な生活を送っており、互いに助け合いながら日々を過ごしています。この村には古い寺があり、そこには知恵と慈悲に満ちた僧侶が住んでいました。僧侶は村人たちから深く尊敬されており、彼らの悩み事に耳を傾け、仏教の教えを通じて導きを与えていました。そしてこの村の一角には年を重ねたある老人がひっそりと住んでいました。彼はかつてはこの村の強い農夫でしたが、今ではその力も衰え、静かに日々を過ごしています。老人は迫り来る死の気配を感じながら、自分の死後の世界について深く悩んでいました。彼にとって死という未知の世界は恐怖と疑問の源だったのです。若い頃は死など遠い存在だと思っていましたが、今はその現実がはっきりと目の前にあります。そのような不安に苛まれ、老人は村の寺に行くことを考えましたが、死について話すことには躊躇していました。これまでの不信心さと彼自身の自尊心が邪魔をして、なかなか一歩を踏み出せなかったのです。死後の世界はどうなっているのか、本当にあの世は存在するのか、そして彼はどこに行くのか、これらの疑問が彼の心を覆っていました。そんなある日のこと、老人は病を患い床についていました。高熱に3日3晩うなされ、孤独の中での苦しみを味わいます。幸いなことに生死に関わるようなものではありませんでしたが、彼には死神の足音が確実に近づいてきているのを感じる苦しみでした。窓から見えるのは西の空に沈む太陽。それはまるで自分の人生の終わりを暗示しているかのようでした。一人病床で朦朧としながら、普段は祈ることのない御仏に祈りを捧げました。ああ、どうかこの苦しみをお取り除きください。彼はそのように心から願い、この病が治ったならば次こそ自分の抱えている問題に正面から取り組もうと心に決めました。病の苦しみが自分の死について改めて思索するきっかけとなったのです。病から回復した老人は自分との約束を果たすため、ついに村の寺へと向かう決心をしました。まだ病み上がりで体力は万全ではなく、寺への道は彼にとっては長く険しいものでしたが、彼は自身の不安を追い払う方法を得るために一歩一歩と歩みを進めました。老人が寺の門をくぐると、彼の心は緊張と期待でいっぱいでした。彼は長い間自分の心の中に抱えていた疑問と恐れをついに誰かに打ち明ける決心をしたのです。寺は村の外れにあり、静かな森に囲まれた古びた建物でした。その歴史を感じさせる重厚な木の扉を押し開けると、静寂と荘厳な空気に迎え入れられました。老人はゆっくりと本堂へと歩みを進めました。その途中で彼は寺の美しい庭園を眺め、心が少し落ち着きました。庭には季節の花が咲き乱れ、石灯籠や清らかな水の流れがありました。そこには自然の美しさと人の手による精巧な造形が調和していました。本堂に入ると老人は僧侶を見つけました。僧侶は穏やかな顔つきで老人を温かく迎え入れました。彼は老人に対して深い理解と共感を示し、静かに彼の話を聞きました。辺りは日も落ちて、灯明の火が本堂の静謐な空間をかすかに照らしています。僧侶は正座をし衣服を正すと、
改めて老人に尋ねました。今宵はどのような苦しみを手放したいとお考えですか？その言葉に老人は今日疲れた思いでしたが、全て見抜かれているような気がして、であれば隠し立てすることもないと素直な胸の内を語り始めました。近頃ある問いと不安が私の頭を堂々巡りしております。率直に申し上げると、私は死を恐れているのです。と老人は静かに言いました。私の心には死後の世界についての多くの疑問と恐怖があります。私はその答えを求めています。死んだ後、私たちはどうなるのでしょうか？僧侶は老人の言葉に深くうなずき、彼の不安を理解している様子でした。彼は老人に対し心を落ち着かせて話を聞くよう促しました。死とは私たちの人生における自然な過程です。しかし私たちが本当に理解すべきなのは死を超えた教えにあります。と僧侶は言いました。ですが、あなたは死後どうなるのかを知りたがっているようです。まずはその問いにお答えせねばなりませんね。老人は死後の世界が知れるのかと好奇心と不安が入り混じったような気持ちになりました。私があなたに伝えたいのは陸道と呼ばれる死後の世界のことです。これは私たちの魂がどのような旅をするのか、そしてどのようにして真の救いを見出すことができるのかを説くものです。老人は僧侶の言葉に耳を傾け、心を開いてその教えを受け入れる準備をしました。僧侶は静かに語り始めました。陸道とは生命が輪廻する6つの道のことです。前世での私たちの行いによって次にどの世界に生を受けるかが決められます。陸道とはすなわち地獄道、餓鬼道、畜生道、修羅道、人間道、そして天道の6つです。それぞれの道はそれぞれ異なる苦しみや試練を伴います。地獄道は苦痛と悲しみの世界です。ここでは生命は前世での過ちによる言葉では言い表せないほどの苦しみを経験します。この世での一番の苦しみを一滴の水に例えるならば、地獄の苦しみは海の水のようなものだとされています。老人はそれを聞いて恐れおののき、ごくりと唾を飲み込んだ。僧侶は静かに続けます。そして餓鬼道とは不満と渇望の世界です。飢えと渇きで骨と皮しかない状態まで痩せ細り、満たされない欲望に苦しむ場所とされています。何かを食べようとしてもそれは青白い炎となって燃え尽きてしまい、得たいものを得ることができない、そんな渇望に苛まれる世界です。老人は村の飢饉の時代を思い出した。何日も食べるものがなくてひもじい思いをした日々、あれが一生続くのかと思うと気が遠くなる思いでした。僧侶はそれを知ってか知らずか構うことなく話を続けます。次に畜生道、ここは動物や虫、鳥などが生きる本能の世界です。ここでは理性よりも本能が支配する生活を送ります。弱肉強食の世界で常に捕食されることへの恐れに苛まれる世界です。老人は時折空を舞う鳥になったり、水中を優雅に泳ぐ魚になりたいと思ったことがありましたが、僧侶の話を聞いてなんと理不尽で苦しい世界だろうと改めて思いました。僧侶はそれを察したのか、かすかに微笑むと、意外と彼らも大変なのです。と言いました。老人は胸の内を見透かされたようで少し驚きましたが、話に集中せねばと息を整えました。そして次の修羅道ですが、ここは鬼人アシュラの住む闘争の世界です。常に戦いに巻き込まれ息つく暇もない世界です。争いが争いを呼び、終わることのない戦いの日々で肉体も精神も傷つき疲弊していく過酷な道です。突如風が吹いて灯明の火が揺らぎます。その影の中にアシュラの姿を見たようで、老人は背筋に冷たいものを感じました。それから僧侶は改まるかのように襟元を整えると、老人の目をまっすぐに捉えながら語り出しました。そして人間道とは今私たちがこうして生きている世界です。ここは苦楽が交錯する場所で同時に多くの試練もあります。あなたが今この人間道にいるということは、前世のカルマによってここに導かれたということです。カルマとは業とも言い、前世での行いの結果背負うことになる宿命のようなものだと捉えてください。僧侶にそう言われて、老人は自分の前世はどの世界にいたのだろうかと思いを馳せてみた。陸道の最後、天道は快楽に満ちた道です。そこにはきらびやかで豊かな世界が広がっており、その世界に生まれた者は天上の快楽の中で日々を過ごします。老人は天道の幸福な光景を頭に思い描きながら、自分も死後
その天道に行けたらなと思いました。僧侶はまた達観したような微笑を持って語ります。ですがこれもまた永遠ではありません。天道においても輪廻の苦しみからは逃れられないのです。これまで楽しかった分、寿命が近づくにつれて快楽が奪われ、地獄以上の苦しみがある世界とされています。老人はそれを聞いて不安と怒りが入り混じったような激しい感情を覚えました。というのも救いを求めて訪れたというのにまるで救いのない話ばかり続いたからです。であれば、つまりこういうことですか。死後どこに行ったとしても苦しむ未来が待っていると言いたいのですか。老人は少し興奮した様子で僧侶に問いかけます。それに対して僧侶は静かに答えます。はい、その通りです。老人はその答えを聞いて愕然としました。やはり寺になど来るべきではなかったとさえ思ったほどです。彼は見るからに興奮して荒ぶる様子が見て取れました。心を鎮めなさい。あなたのその怒りや恐れが陸道輪廻の輪を回しているのです。僧侶は凛とした響きを持って老人に喝を入れました。老人は突然の僧侶の鋭さに思わず息が詰まって言葉を失いました。心を鎮めるのです。死後の世界を知りたいと言ったのはあなた自身ではありませんか。老人はそう言われて少し恥ずかしい気持ちになりました。確かにそうでした。お許しください。ですが陸道の話はどれも苦しみに満ちていて、救いがないように思って絶望してしまったのです。僧侶はそれを聞いて静かに微笑みました。あえてもう一度あなたに言いましょう。どうか心を鎮めてください。この話にはまだ続きがあるのです。続きですか。はい、この陸道輪廻の輪の外にもう一つの国土があります。そこは悟りを開いた仏様が住む国土で、その名を浄土と呼びます。そこでは一切の汚れや煩悩もなく幸せに包まれた世界だと言われています。浄土。老人は繰り返すようにつぶやいた。浄土、なんと清らかな響きの言葉だろうか。そうです。あらゆる苦しみの呪縛から解き放たれ、真の自由が得られる場所です。私たちは修行によって悟りを開くことによってのみ、この苦しみの陸道輪廻の世界を離れることができます。これを下脱と呼びます。浄土は涅槃と表現されることもありますが、煩悩の火が消え苦しみを完全に手放した境地のことです。先ほど言ったように怒りや恐れなどの情念は陸道輪廻を回す力そのものです。その情念の火を吹き消すがごとく悟りに至ることこそ、私たちが唯一苦しみから逃れられる最後の道なのです。老人は僧侶の言葉に新たな希望を見出しつつありました。彼は苦しみの道から抜け出し平和へと至る道を歩むことの意味に気づき始めたのです。そして僧侶が言ったように自分の感情に振り回されることなく心と行いを見つめ直すことの重要性を感じていました。陸道の中でも特に重要なのはこの人間道です。と僧侶は言いました。この道は苦楽が混在する世界であり、理性が存在する世界であり、そしてと僧侶は少し間を置いた後こう言いました。陸道輪廻の中で唯一悟りを開く機会が与えられた世界です。唯一悟りを開く機会が与えられた世界。そうです。このような機会は簡単に手に入るものではありません。仏教の開祖ブッダは、人種に生まれる者は爪の上の土のごとし、三途に落ちる者は十方の土のごとしと語っています。これはつまり地獄に落ちる人は大宇宙の土のように多いが、人間に生まれる人は爪の上の土のように少ないということを言っているのです。人間道に生まれた私たちはすでに幸運です。悟りを開き下脱することはあなた自身が仏になるということです。これを成仏と呼びます。あえて繰り返しますが、成仏とは輪廻からの解放、究極の平和の状態へと至ることを意味します。そのものは全ての苦しみから解放され、永遠の安らぎを得ることができるでしょう。老人は涅槃がもたらす究極の平和と自由に心を奪われました。彼は自分の心の中にある執着や欲望を手放し、そのような穏やかな状態へと進みたいと強く願いました。私もその境地を、浄土を目指したい。ですがどうでしょう。私はもうこれだけ年を重ね、体も衰え、人に何かをしてあげることもままなりません。そのような私にこれから十分な善行を行うことができるでしょうか。僧侶は貫くような瞳で老人をまっすぐに見て答えた。あなたは善というものを誤解しています。老人はうろたえました。
人に何か良いことをしてあげるのが善行ではないのですか？この先どれぐらい生きられるか分かりませんが、これまでの過ちを取り返すだけの善を行い、徳を積みたいのです。あなたがおっしゃっているのはまるで貨幣のようなものです。大事に溜め込んで大きな買い物をしたり、負債を返したり、あなたはそのように善を捉えています。それは大きな間違いです。老人はそのように指摘されて返す言葉もありませんでした。確かにあなたの言う通りかもしれません。ですが煩悩の多い私たちですから、過去に誰かを裏切ったりひどいこともしてしまうものではないでしょうか。罪を犯したことのない者がおりますでしょうか。そんな私たちに悟りの道は閉ざされてしまうのでしょうか。僧侶は穏やかに答えました。善行や徳というものは貨幣のように数えるものではありません。あなたは表面的なものばかりを見ています。それはまるで枝葉でしかありません。大切なことは本質です。すなわち幹や根っこに目を向けなければなりません。真の善、真の徳とは私たちの心そのものの質のことです。あなたはその質を変えなさい。あなたの心が慈悲の心で満ちるとき、あなたは過去への執着や未来の名門から解き放たれ、成仏への道を歩み始めるのです。良いですか？よく覚えておくのです。1は善であり、善は1であるのです。これまでにあなたが何をしてきたのか、これからあなたにどれぐらいの寿命が残されているのか、そんなことはまるで関係がありません。1は善であり、善は1である。このことを理解し、自分の命が尽きるその時まで努め励みなさい。僧侶はそう言ってかすかに微笑みました。その瞬間、老人の心の中を爽やかな一陣の風が吹き抜けていきました。彼はこれまでの歳月を忘れ、少年のような澄んだ瞳で僧侶をまっすぐに見つめ返していました。季節が巡り、村には再び春が訪れました。老人は僧侶から受けた教えを胸に、日々の生活に変化をもたらし始めていました。彼は自分の心の内面を深く見つめ、より良い生き方を求めて努力していました。老人は朝の散歩を日課とし、自然の美しさに心を開きました。彼は花々が咲き乱れる草原や清らかに流れる川のほとりを歩き、自然の一部としての自分自身を感じるようになりました。これらの瞬間には彼の心に平和と静けさが訪れ、日々の悩みから解放される時間となっていました。朝日を浴びながら瞑想をしていると、近くで鳥たちが羽ばたく音や獣たちが茂みをかけていくざわめきが聞こえてきます。そうしたあらゆるものに彼は慈しみを感じていました。あの日、僧侶が語ったように、善とは私たちの心の質そのものであると今では感じられます。それから数年が過ぎ、老人は天寿を全うしました。静かに眠る彼の顔はまるで少年のように晴れやかで澄んだ表情だったと言われています。さて、この物語を聞いてあなたはどのように感じたでしょうか。死後に6つの苦しみの世界があるだなんて信じられない。私たちに成仏なんてできるのだろうか。そんな気持ちも抱いたかもしれません。死後の世界については同じ仏教でも宗派によって見解が異なっていたり、それぞれ異なる救いの道が示されているケースもあります。実際、死後どうなるのかと弟子に問われたブッダは、その問いには答えなかったとも言われています。そのように考えることに意味はなく、人間の本質的な苦しみを手放すことには何の関係もないという教えでもあります。今回の物語の中で大切なポイントは、死後どうなるのかということは、私たちが苦しみを手放す上でさして重要ではないという点です。また僧侶が指摘したように、善や徳とは貨幣のように数えるものでもありません。貨幣のように貯めたり、過去の過ちをそれで帳消しにしたりと、そのようなものではないということです。もしあなたが過去の良くない行いを取り消そうと躍起になって良い行いをしようとしているのであれば、それは本質的には善ではありません。またこの年だからもう良いことはできないと考えるのであれば、それも誤りです。重要なことは、私たちが今この瞬間どのような心の在り方を持つのか、その心の質が問われているのです。1は善であり、善は1である。その道はすでにあなた自身の内側にあるはずです。ブッダは菩提樹の下で瞑想に入り、自身の内面を見つめることで悟りへと至りました。あなた自身もまたこれまでの人生を内省することで成仏への道を歩むことができるでしょう。ブッダは入滅し涅槃に入る前、
弟子たちに最後の言葉を残しました。諸行は滅びゆく。怠ることなく努めよ。これはあらゆるものは過ぎ去っていく。怠ることなく修行を完遂させなさいという教えです。これまでどのような人生を歩んできたのか、死後にどこへ行くのか、そのようなことは重要ではありません。今この瞬間の生においてなすべきことをなす、努め励む、それが苦しみを手放すための唯一の道だとブッダは教えたかったのではないでしょうか。それではご視聴いただきありがとうございました。高評価ボタンを押していただけますと制作の励みになります。お聞き逃しのないようチャンネル登録と通知オンをお願いいたします。